どうも、MM です。今回はハードオフ久留米全道寺店さんにお邪魔してきました。狙うのは引き続き PS ビータとゲームボーイのジャンクです。それではお店の様子をご覧ください。まずメインラックからですね、入り口入って左側がハードオフなんですけど、そこにメインラックがありました。全体的にね、お店が綺麗で、すごく清掃が行き届いてて、清潔に保たれてるなっていう印象でしたね。なので置いてあるこのゲームとかもね、すごく綺麗にディスプレイされてて、なんかね、どれも魅力的に見えましたね。この辺は、ハード関係ですね、箱入りのハードが置いてありましたね。ゲームのやっぱメインはスイッチとかプレステとかになるんですかね。この辺のレトロゲームで箱入りの、ちょっとこの辺はわかんないんですけどね、もう置いてありまして、で、DS 関係ですよね。で、このスーパーファミコンのコントローラーは、スイッチ用のコントローラーらしいです。こんなのあるんですね。コントローラーも結構箱入りのやつとか、綺麗なやつは結構プレミア感があるのかもしれないですね。で、早速ここで PS ビータを発見したんですが、19,800円。2000シリーズですけど、まあまあの値段がするということで、ちょっとここはスルーして、ジャンクの方をね。で、2DS もありましたよ。珍しくないですか？ 2DS。2DS もちょっとジャンクがあったら狙っていきたいところですね。この辺は64のコントローラーというところと、クラシックミニシリーズですね。クラシックミニは1個も持ってないんですけど、どうなんですかね。見た目は可愛くておしゃれですよね。飾る分にはすごくいいかなというふうに思っていますが、コントローラー関係も充実してました。で、今回はね、ちょっと結論を言いますと、ジャンクコーナーがちょっと少なめで、狙ったものは正直買えなかったです。なので、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、最後まで期待させちゃいけないと思って、先にお伝えしておきますが、そんな感じですね。なので、ソフト関係をメインで見ていきました。はい。で、今度はソフトのディスプレイですね。ここもね、すごく綺麗にね、ディスプレイされてんの。ファミコンがあって、その後ゲームボーイとかね、あるんですけど、ほら、すごい綺麗でしょ？袋に入ってるし、綺麗に置かれて、一つ一つね、飾るといい感じになってますよね。はい、今回からね、ちょっとね、ちゃんとソフト一つ一つをきれいに映していこうというところで、前より見やすくなったのではないでしょうか。一つ一つこうやって止まって撮ってますよね。今回は2回目のハードオフ撮影ということで、一応お店の方にね、店長さんにお断りして、聞いたんですよ。はい、撮らせてほしいよということでね。一応お願いをして、快く承諾をいただいたんですけど、聞かれたのがね、初めて聞かれたのが、ハードオフアンバサダーの方ですかって聞かれたんですよね。ハードオフアンバサダーって何と思って、そんなんあるんですかって聞いちゃったんですけど、調べたらありました。ハードオフアンバサダーっていうのが存在してて、一般の方でもね、こうやってハードオフとかのお店に行って、紹介したりしてる方は、活動してる方はね、公式認定アンバサダーじゃないけど、そういうのがもらえるらしいですね。はい。で、現在はそういうの募集をしてなかったので、また期間限定で募集するらしいんで、よかったらね、ちょっと応募してみようかななんて思っております。はい。で、話がそれましたが、こんな感じでね、置いてありましたよというところでございます。スーファミもいいですよね。このスーファミのね、箱入りがね、結構多かったですよ。値段はもちろんそれなりにするんですけれども、結構この箱入りソフトが好きな方は、もしかしたらいいのかもしれないですね。スーパーマリオ RPG もいいね。遊んだな。ゲームキューブとか、この辺はワンダースワンですよね。スイッチも置いてありますし、もちろん。そして動物の森があったんですよね。なんか子供がね、昔の動物の森を遊びたいと言ってたんで、どっかのタイミングで揃えて一緒に遊びたいな、なんて思っております。でメダロット遊んだな。メダロットやりました。子供の頃やっぱゲームボーイのメダロットめちゃくちゃハマってね、覚えてるわ。
パーツを集めてね、体のね、腕とか頭とか強くしていくんですよ。揃えるとね、パーツを揃えると、こう、なんかスキルとかね、ついたりして、はい、そんな話はどうでもいいですね。ボンバーマンもありますね。友達と遊びましたよね。懐かしいって言ってる。もう一視聴者みたいになってるんですけど、はい、主釣りもやりましたよね。はい、このカンカイリのさ、ボンバーマンってありましたよね。これさ、なんか、桃鉄とかもあった気がするんだよな。なんか、桃鉄のロールプレイングみたいになかったですか？なんか、あれめっちゃ遊んだ記憶があるんだよな。よかったらちょっとコメントで教えてください。64関係ね。64になるとね、ちょっともう世代離れて、プレステの方は遊んでたから、正直ほとんどやったことがないんで、今後ね、集めてやってみたいなと思ってます。付属品もね、結構充実してました。こうやってゲームボーイのアダプターかな？これ珍しいんじゃないですかね。で、ゲーム以外にも、こんな感じで、フィギュアとかね、おもちゃとか、結構置いてありましたよ。私はね、ドラクエとかポケモン、マリオ関係のゲームがやっぱ好きなんで、そういうフィギュアがあったら今後買っていきたいなと思っております。この辺は壁掛けソフトが充実してて、DS、3DS ね。DS 関係だとポケモンがいいよね。ポケモンドラクエあたりを狙っていきたいなと思ってます。ここはゲームボーイですね。ゲームボーイもいいんだよな。遊戯王。マリオシリーズですね。ゲームボーイがなんだかんだ一番遊んだんじゃないかなと思ってる。もう名作しか置かれてないよね。よく見るやつはそれだけみんな遊んだってことで、名作ゲームがそれだけあるっていうことかなと思ってますね。ファミコンはどうなんですかね。ファミコンってね、正直全然やった記憶がなくて、友達のお家でね、少しだけやらせてもらったぐらいの記憶しかないんですけど、おすすめとかね、ぜひ買った方がいいよとかあれば教えてください。ここにもやっぱメダロットあるよね。メダロットがね、いいんだよ。カラーで出た時も買ったよね。遊んでました。ゲームボーイが好きなんでこれだけ見漁ってますね。で、ゲームボーイ関係も、箱入り、ディスプレイの外にもこうやってね、結構並べられてましたよ。ドンキーコングが多かったね。ドラクエとかはなかったけど、なぜかね、ドンキーだけ多かった。ドンキーもさ、ワン、ツー、スリーあって、なんか近くのね、スーパーマーケットじゃないや、ちょっとモールみたいなところにゲームコーナーがあって、そこで無料でできたんですよ。体験でね。そこでね、土日はね、そこに行ってね、遊んでたんですけど、大体そういうとこいるとね、毎回いる先輩みたいなのがいるのよ。で、遊び方とか教えてくれて、お前これじゃいかんよ、みたいな。こうやってやるんや、ここは、みたいな。なんかそんなの教わってた記憶がありますね。あの人元気かな。はい。箱入りも結構あった。もうくだらん話してた。はい。こんな感じでね、スーパーファミコンの他にもゲームキューブとか、箱入りでね、置いてありましたで、このドラゴンボールの箱入りなんだろうね。キューブもほとんど遊んでないので、今後集めて遊んでいきたいところでございます。ね、ソフトが充実してるでしょ。そしてね、なんかね、思ったより安い。箱なしだと300円、500円のソフトもかなりあったので、改めて遊びたいなっていう方には結構おすすめの感じになってましたね。で、この辺映してたらね、また別のね、店員さんから声をかけられてね、ライブですかって言われて、ライブ配信してるんですかって言われて、いや、ライブじゃないんですよって、YouTube 用で、みたいな。そしてもう一回聞かれたんですよね。アンバサダーの方ですかって。いや、アンバサダーじゃないんですって。アンバサダーってよく来てんのかね、お店にね。で、置き型ゲームはね、ちょこちょこありましたね。Wii U が多かったかな。あとゲームキューブなんかもありましたけど、Wii なんかは数も値段もお手頃だったので、改めて遊ばれる方にはいいんじゃないでしょうか。ゲームキューブ。ゲームキューブもね、遊びたいんですけど、値段ってどれぐらいで買っていくのがいいんだろうね。だいたい新品だと、新品ってか、動作品だと8000円、6000円から8000円ぐらい。ジャンクで5000円とかなのかなと思うんだけど、もうちょっと安くでね、ジャンク見つけたら、買って遊んでみたいなと思いますね。64も欲しいんだわ。64、6600円。
この間トス店の方にもジャンクの64ありましたよね。あれ4000だったかな。まあもうちょっとね、3000円ぐらいで見つけたら、ジャンクをね、ちょっと買ってみようかなと思ってます。プレステ3もありましたね。プレステ3ってどうなんですかね。プレステ2でね、記憶止まってるので、もしね、こっから買った方がいいよとかあれば教えていただけたら嬉しいですね。はい、ここからがジャンク品コーナーになってきますね。まあね、ただハードはちょっと少なかったですね。ジャンクコーナー自体がちょっと全体取れなくてごめんなさいなんですけど、まあちょっとこじんまりとしててね。で、ゲームというよりはどっちかというと AV 機器、テレビとか、まあ、パソコン関係とか、あと楽器関係が多かったですね。楽器はね、なんか一区画あって、なんかね、まあ、演奏できるような感じになってるのかな、雰囲気的に。ちょっと楽器詳しくないんですけど、まあ、ワンスペース取られて、まあ、しっかり見れるような感じになってました。ゲームはね、まあ、置き型が少しと、まあ、あとはこうやってコントローラーとかね、まあ、青箱ですわ、よくある。そこに結構こう詰められていたような感じでしたね。あとはソフト関係が、まあ、ボコ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 とあるような感じで、まあ、トスと比べると、まあ、正直その在庫数はちょっとやっぱ少なめなのかなっていうような感じでしたね。まあ、お店の規模によってね、やっぱジャンクの量とかもね、結構変わってくるんだろうな。ビデオもありましたよ、ビデオ。ビデオ好きな方はぜひ。はい。ソフトはこんな感じで、まあ、投げ売りされてましたね。まあ、FF いいね。まあ、FF はね、とりあえず全部一回揃えてやりたい。FF7 ぐらいなんだよな。あと10ぐらいやったことあるの、正直。で、8もちょっとかじったぐらいで、まあ、その辺の青春世代ですわ。過去の作品とか全くやってなくて、FF のタクティクスとかありますよね。ちょっとマスを移動してこう、なんやらかんやらするやつ。あれは結構ハマってやってたんですけど、純粋な FF っていうのは、ちょっとなんか経験値少なめですね。と PS2 関係。まあ、戦国無双、三国無双が多いよね。これはね、結構やった。初期からワン、ツー、スリー、あと戦国無双ぐらいまではね、結構友達とやってたね。これはめちゃくちゃ流行ってたと思う。流行ってたよね。なんか14インチのアナログテレビでさ、こう、2人プレイだと画面分かれて、1プレイ、2プレイでやるんですけど、あのちっちゃい画面でね、弟とね、めっちゃやってたのね、めっちゃ覚えてる。いや、懐かしいわ。まあ、こんな感じで、まあ、ジャンクはね、ボコボコと置いてあるんだけど、まあ、ちょっとね、まあ、何狙ってたかと。こんな感じで、まあ、ハードは少なめで、それこそ PS 関係、PS ビータとかね、ゲームボーイとか、まあそういう小型ゲームっていうのは一つもなかったですね。まあしょうがないですけど、あと攻略本もね、好きで、攻略本、ドラクエの攻略本をね、探してるんですよ。昔のさ、ドラクエの攻略本覚えてます？上下巻でさ、あったやつ、6とか5の。あれ集めたいっすよね。はい、ということで、まあ、残念ながら渋い結果には終わっちゃったんで、まあ一旦家に戻って振り返りをしていきたいと思います。はい、ということで帰ってきましたが、まあ今回はちょっとね、渋い結果になってしまいましたね。PS ビータも、ゲームボーイも見つからずというところで、まあ、しょうがないですね。まあ初めて行ったお店だったんで、まあこんな感じでしょうというところで、まあお店の雰囲気なんかも分かったしね、良かったですね。ということで購入品を紹介していきたいと思います。じゃーん、結局ね、ゲームボーイソフトしか買ってない。今回ね、ちょっとハードがね、まあ渋かったのもあるんで、まあちょっとね、ちょっと迷ったんですけど、まあ今回はしょうがないというところで、まあただね、ソフト関係充実してたんで、まあちょっと思い出のね、ゲームボーイなんかをちょこちょこと漁りつつ今日は帰ってきましたという感じでございました。はい。まあ買ったのがね、カービィのピンボールと、ヨッシーの卵でしょ。星のカービィに、これはね、テリのワンダーランド、テリワンのカラーですね。はい、カラーバージョン。カラーのね、ゲームボーイまだ持ってないんで、そろそろどっかで手に入れたいなと思っているところでございます。ゲームボーイ関係もさ、軒並み上がってるよね。というかゲームボーイ本体がさ、まず高いねえ、なんであんなに高いのかな、高騰しているんだろうか。はい、ちょっとね確認してほしい。誰にいや、なんてメルカリでも5000円ぐらいがもう当たり前になってて、ジャンクで5000円ってさ、ちょっと高すぎないかと思って。いくらなんでもなんかもうプレミア感出てるよね。
ということで、引き続きメルカリなんかでも探していこうかなというふうに思っております。はい。大体こうソフトを並べると年代が分かっちゃうよね。大体90年代前半のソフトなので、そのぐらいの年齢ですわ。はい。ゲームを遊ぶっていうよりはちょっとね飾って、なんかこうコレクション的に飾ってさ、こう見てるだけでもこう懐かしいじゃないですか。わかるかな？わかる？懐かしくない？あの時のさ思い出が蘇るわけよ。いやいいですよね。はい。そんな感じでちょっと今日は半分空振り気味でしたが、お店の様子なんかは伝わったんじゃないかなと思いますので、よければ遊びに行ってみてください。ということで MM でした。この後アフタートークもあります。バイバーイ。はい、ということでアフタートークでございます。毎度おなじみアフタートークなんですが、今回ゲームボーイの思い出なんかを喋っていこうかなと思います。ゲームボーイはね、確か小学5年生小学5年生っていつやったんでしたけどの頃に買ってもらったんだよね、確かね。でセットで買ったソフトが多分ね、これがね一番最初だったと思うんだけど、ポケットモンスターの赤をね、赤だったと思う。買ってもらったと思いますね。多分それが一番最初のはず。で赤と緑が出て、赤のね人影の方がかっこいいから赤を買ってもらったんですけど、その時もさ、その時もっておかしいね。私兄弟3人いて3兄弟なんですよ。で次男なんですけど、男3兄弟でして、ゲームボーイはね1個なんだよね。このゲームボーイ1個を3人で取り合うというね形になってましたね。もう私が小5だから、弟が小3で兄貴が中1か。兄貴はあんまゲームには興味なくなってたぐらいにはなってた気もするけど、それでも結構ね弟と取り合ってね、ポケモンのねゲームをしてた思い出がありますよね。でっかいゲームボーイね。であの頃はほらなんだろうな、オンラインがなかったから、友達と遊ぶってなると持っていかないといけなかったんだよね。しかもさ、通信交換できるタイプじゃないポケモンって。でしかも交換しないといけない、進化しないポケモンもいたじゃないですか。ゴーリキとかね、ゲンガーとかさ、カイリキとかいたから、それも後々情報が分かって面白い感じになってきたんですけど、通信ケーブルを持ってるやつっていうのが、限られてたわけですよ。わかります？なんか持ってたらヒーローなんだよね、通信ケーブルって。そう。あと充電アダプターもあったと思う。あったよね。なかったっけ？もう持ってるやつがヒーローなんだよね。ちょっとお金持ちなんだ、その子たちは。なので公園に行ってポケモンみんなで見せ合いながら充電ケーブルが来るのを待つみたいなね、なんかそんなことやってましたね。はい、懐かしいな。でその後はピクロスだね。マリオのピクロスにハマって、これもね親父とやってたね。1問やって交代して親父が1問解いてのずっとなんか繰り返しで、お互い解いてみたいなのをなんかねやってたな。懐かしいね。なんですごくね思い出に残ってますね。皆さんなんかゲームボーイのこれ面白かったなみたいな思い出ありますかね？よかったらねぜひコメントで教えてください。あとね、最初のゲームボーイってほらライト機能がないじゃないですか。バックライト機能ないから昼間しか基本できなくて、そうでもねやりたいのよ、夜中とかね。で夜はできないから、どうしてもこうね朝になっちゃうんですけど、朝はほら学校がね朝7時とかね起きていくでしょ、6時半とか7時に。でもなんかもう4時とかに起きてね朝日をさ待ってやってんだよね。朝行く前のもう10分20分でもいいからゲームしたいみたいな感じで、めっちゃ覚えてるな、やってたね。でその後に出たのがゲームボーイポケットが出て、その後多分ゲームボーイライトが出たんですけど、覚えてます？確かその順番だったと思う。で兄貴がゲームボーイライトをね買ってもらったんですよ。ライトのいいところってもうライトだから夜できるんよね。夜できるのね、もう羨ましかったわ。でほらゲームボーイのソフトってこのゲームの中にデータが記憶されるから、ゲームボーイのねカートリッジをこれ外して他のゲームボーイに差し替えてもデータをね読み込んでくれるわけですよ。だから、夜ねそういうの兄貴のゲームボーイライトを借りてさ
勝手にこうやるわけですよ。そしたら怒られるっていうね。なん使いよってやっつって怒られてた。しかもさ、お母さんにも怒られるよね。夜中ゲームしてたらもういい加減寝なさいみたいなね言われるんだけど、ゲームボーイライトはできちゃうから、布団に潜ってやるよね。布団に潜ってライトのゲームボーイライトつけてやると、もういつバレるかみたいなのね、ドキドキしながらゲームボーイをやったのをね覚えてますね。そっからはゲームボーイカラーとかね、アドバンスまでかな。 SP は持ってなかったけど、でもそこで終わりでしょ、ゲームボーイ世代っていうのは。アドバンスまで買いましたかね。アドバンスも SP も持ってないんで、この先どっかで、いい買い物をしてね、また愛用していきたいななんて思ってます。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、よければ皆さんのゲームボーイの思い出なんかを聞かせてくださいということで、次の動画を見てくれたら嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンをお忘れなくということで、MM でした。また次の動画でバイバーイ。